学習会をしている時はパソコンの画面に私一人の画面が大きくパソコンに映っている。でそのパソコンの画面の私の目を私は見ながらその友達マイティコンパニオンズたちの話を聞いているんですが、そうやっていつも通り人々の話を聞いてました。友人の話を聞いている間、世界が端っこから白くなり始めました。でパソコンも消え始めました。視界の外側からどんどん白くなっていって、私の体、パソコンに映っている私の体もどんどん消えて、髪も消えて、最後目だけ残りました。で目だけ残って、まだ目がくっきり映っていればいいんだけども、その目もだんだん薄い緑色になってきて、今にも消えそうになっていきました。間もなく消えるっていうことを感じたので、今も喋りながらそうなってんだけど、あーってなんかものすごく恐ろしかった。私が体として確かにこの世界に存在していて、で体の私の友人が相手としていて、私は今勉強会をやっているっていう感覚も何もかも消えちゃいそうな感じがしました。その目が消えることによって。そしてすごく怖かったから、この世界が消えることや、自分と他者がいるっていうこの分離の感覚が消えることを私は望んでいると思っていたのに、自分の目が間もなく消えるっていうその瞬間、ものすごく恐ろしかったので叫びました。ノーダメダメ、あやばい消える、やばいやばいって言ったんですやばい消える、やばいやばいって叫んだ。そしたら消えないでくれっていう祈りですよね。そうやって消えないでほしいっていう叫びだったんで、世界はまたリアルになりました。何のことかわからない、その何か学習会に参加していたその時7、8人はズームに参加してましたけど、何のことかわからないから、今こうでこうでこうでしたっていうなんか事情を説明した。こう消えそうになった、自分の目も消えそうになって恐ろしかったってシェアしました、その場で。でこの体験をしてすごく良かったのが、私は天国に戻りたいっていう潜在意識では思っていても、無意識は、無意識レベルの抵抗ゆえに全くそれを望んでいなくて、ずっとそれを拒んでいるということをはっきり認識することができて、それが良かったことです。でしばしばそういうことが起きそうになります今も起こったけど、やっぱまだ怖いなって思う、もうそれも信頼、そうそう、精霊が優しく導いてくれてるんだなって思うんですけど、一気に真っ白になっちゃう体験をまだ私には与えない。その恐れがまだ強いから、だから消えそうになった時に思い出す、私は大丈夫なんだって、なんか恐れなくていいんだっていうことを思い出す訓練をしてますね。もし今この瞬間真っ白な体験したら、おそらくあまりにも強すぎる、恐れが強すぎるから、それはないまだない。優しいなって思う、精霊の導き優しいな、すごく感謝して、そういう体験を受け入れようと思ってますね、徐々に。また昨日もあったけど、昨日ギャザリング中もやっぱり今と同じように世界が消えようとする、世界が消えようとするのは分離が消えようとする感覚、それがたまにあるんですけど、恐れているっていうことを認めて、私は大丈夫なんだって、
実際分離が消えても大丈夫なんだって思い出すように、そして分離をまだ恐れてる、分離じゃない、一つになってしまう分離が消えることを恐れているってこともちゃんと認めて、でも分離が消えても大丈夫なんだっていうことも同時に思い出す訓練にしてます。しばしば来るんですけど、思い出す訓練。私は分離してない天国の中にいる、それが実在だってことを思い出す。聖霊を、主を一番って神を一番にしてないな、したいな、こんな風に話せたらどんなにいいだろうなみたいな、すごく思って、やばい、消える、やばいやばいやっぱりダメだ、真っ白になった一瞬気絶するかと思った。いや、喋りながらって白くなるんだよ。ってなって、とうとうってね、冗談抜きで邪魔しかしてなかった。邪魔しかできてなかった、精霊の。何もできてない、邪魔以外に何もしてなかった。自我はずっと叫んでる。うわーって叫んでる自我は。うわ、俺消えるとか、なんか本当に世界が白くなって消えそうな、あ、消える消えるとかさ、言うし、あれは神の声じゃない、あの声はね。消えちゃうとか言ってる。なんかまるでそれが損失みたい。邪魔しかしてない。だって真っ白になってピシュって消えて、翔子さんも全部消えて、天国がめくれ上がって、実際世界で達成されるかもしれないじゃん。それをさ、消えちゃうとか言って私今邪魔したよね。見たかったな。本当に邪魔しかしてない。私っていう思考は邪魔しかしてない。